こんなにムカついたことないんじゃないかってぐらいムカついたし、リスペクトがないガキやな。一方的になっちゃうんじゃないですかね。いつまで怒ってんだよてめえザコ。もし萩原選手負けたらザコよりザコになっちゃう。秋元君に勝つようだったら、まあさすがにやらないといけないなと思いますけどね。トップどころがみんな無視できない存在になるでしょう。朝倉未来の JTT どう？はい、チームとしては何も負けないですけど。通常体重は増えてないんですけど、なんか筋肉量が増えたというか、大人からがないです。秋元選手と萩原選手のカードで結構売れてるみたいですよ。あ、そうなんですか。向こうもかなり感情的になってるとかね。年下の子に生意気言われたらイラつくんじゃないですか。出ますか今。屈辱的な負け方っていうのもあったし、実際それを味わった相手で返すのが一番やと思ってるし、朝倉未来と試合したかったんですけど断られました。しっかり西谷君倒して逃げられないようにしてやる。あんたの弟子倒しましたよ。西谷はだって弱いじゃん、どう考えても。いただきましたダリー。男祭りの時に俺があいつから逃げたとか、そういう話をミクルとの YouTube で言ってたりとか、まあその時点で結構イライラしてて。西谷だったらいいけど秋元は嫌だ。秋元選手から逃げてるわけでもないし、そこをクリアしたら次絶対俺やれよ。踏み台に俺を使おうとしてるのかわからないですけど、どの立場で言ってんだろう。社長とも話して、あいつが試合やるって言ったら試合決定してくださいねって言って。次いつまでもミクルさんに執着して萩原選手。萩原選手。両出してきましたね。未来さんとやるために僕を指名したことは、まあ後悔することになるんじゃないかなっていう。確かに西谷倒して秋元君に勝つようだったら、まあさすがにやらないといけないなと思いますけどね。秋元君に勝てないですね。朝倉未来の JTT どう思う？はい、まあでもチームとしては何も負けないですけどね、そこは。空気こう遊びがいつかだってこっちが真の JTT ですよ。お金を稼ぐとか目立つとか、そういうところは全然自分なんかもうこんなもんで、あっちがこんな感じで、一応選手たちがすごいいい車乗ってるかといえばそんなこともないですし、それもなんか強くなりたいとかまあ来てて、 MMA 競技とかのチームとしては何にも負けないなっていう。せいやです。
全くついてこれなかったね、最初。ついてこれなかったですね。こんなこともできないのっていうのが多すぎて、いいとかもちゃんとできなかったですね。本当びっくりしたびっくりしたびっくりした。投げされたら終わりじゃんっていう、パンチ当たんなかったらどうすんのっていう状態をもうノリノリでやってたってことです。一か八かでやってたとこありますね。この状態だったら自分は怖くて試合できないですけどね。それをこう度胸で渡り合ってきたってことは大事だと思うんです。僕は判定になってもいいから、まず結果を作っていって勝負して勝っていって、その中で倒せるようにしたいな。一か八かじゃなくて、 100% 逃げるっていうわけじゃなくて、少しでもこの自分がいい組み手を取っていいポジションを取ってから攻撃を与えて際で離れるかとか、考え方が全体的に変わってきたというか。 MMA を駆使していけば勝てなくはないですね、全然。1年で成長スタートしたんですけど、俺の方が多分成長してると思うし。右高木亮を下しました。一番練習してんじゃないですか。コツコツこう継続してやるっていうのが一番やっぱグラウンドを伸ばす上で必要な要素なんで、芽が出始めてるところなんで。やれるか。ジャーマンぶっこ抜いて崩していく。さあ後ろバッター右手が首に回る。試合で、しっかり見せつけたいなとは思うっすね。ここでしっかりいい勝ち方をして、ここで勝てば次見えてくる世界がほんまに変わってくると思うんで、もう出てくるしかないでしょう。自分の中ではほんまに大事なとこやなと思ってますね。勝ってから言ったらって感じですね。黙っとけばいいのにって感じで。忙しいんですよ、特に年末は。ブレイキングダウンだって12月あるんだから、いろんな授業のね、会食とかもあるし、打ち合わせもあるし、確かに大変なんですよ。でもとりあえずメインに関しては秋元勝つと思うし、あいつは今まで試合の中で強い攻撃をもらったりとかも少ないと思うんで、そういう場面になった時にあいつがどういう表情をするのかっていうのは自分もすごい楽しみやし、この見たことない顔をみんなに見せてあげたいと思ってます。育った環境だったりとか積んできた経験も全然違うと思うし、向こうはねまだ今順風満帆で来てて、そうやってああいうでかい発言する気持ちもやっぱ分かります。僕はもう何から始めていいか分からず、指導者もいなくて、でいろんな遠回りをして今ここにたどり着いてるわけなんで、恵まれたエリートとはわけが違うぞって人生の引き出しの差が試合に出ると思ってます。萩原選手からしたらこんな草抜きに生意気なと思ってるっすね。という年齢は全く関係ないと思うんですね。僕の相手ではないかなとは思ってるっすね。逆にいい負けだったなって思えたんで、
上に行くための試合っていう感じですね。迎えるところ敵なしの25歳に用意された相手は元ライジンフェザー級王者ブガール・ケラモ。日本憲法が生んだ100年に1人の逸材。格闘技ファンに幻想を抱かせる KO を量産し続ける実験のドクター K 木村修也。本当なんか楽しいっていう感じになったんで3ラウンドやって。積極的に早くも仕掛けていったのは木村。さあここからパンチを打っていった。パンチを打っていった。そして左のパンチ。ケラモフにはまっすぐ勇気を持って突っ込む気持ちがあった。で自分は逆にそれを待ってしまった。ここから強引に長期に入ろうというところ。ブガールまだ3年目、そうですね、2年目でここでケラモフとできたのでかいですね。負けた方が正直得るもの多いと思ってるんで、次につなげれる負けたなっていうのも自分のやっぱベースっていうのはもう日本憲法があってこその今の強さなんで。すごいなんか重圧感あって、出入りみたいなのが早すぎて見えない。この中で伝説の先輩って感じですか？もう僕が思うに絶対一番の先輩だと思ってます。この中で、将来 MMA ファイターになりたいという人いますか？僕ちょっと考えてます。はい、木村先輩みたいな人を見てるとなんか自分は MMA ファイターなんかになっちゃいけないなって思っちゃう。逆に今でもちょっと会うとビビるんですけどでもめっちゃ優しいです。かっこいいですよね。でも、はい、力もあるし技もあるし心もありますんで、日本憲法をもうメジャーに上げてもらえるっていうふうに思っております。木村先輩勝つぞー。町工場の決め技師真島和正。そしてタックルに行った真島が仕掛けた。そしてタップだー。皆さんにこうよし。仕事が一番で、それがあって格闘技でできているんで、この環境で勝っていけば同じ境遇の人とかも夢を与えれると思うんで頑張ってですね。僕は配管と戦ってるんで。僕が大体負けるのっていうのは攻め急いだり決め急いだりして不用意に行って負けてるんで、そういうのもしっかり対策としてやってきてるんで、ケラモフ選手と3ラウンド判定までいってるっていう自分より戦ってるってことは事実ですし、若手のやっぱり有望格でもあると思うんで、しっかりそこは潰して自分がまだ上にいるっていうことを証明したいですね。内陣の中ではここ勝てば上に行けるような存在だと思ってるんで、組まれた後、逃げた後とかにどう処理するかっていう、自分が、組むんで潰して最後決めるっていう、そこを貫きたいですね。1ラウンド KO ですね。誰が相手でも当てるためにやってるんで。さあどうでしょうか。そしてタップだー。なんと55秒、史上最強の日本憲法か。その楽しくて練習してたら強くなって周りとどんどん差が開いちゃって、いざは相手がいないって叩かれるっていう。これから先も無双し続ける。胸が伸びていった。
絶対女王じゃ聖火全勝会場まっしぐらです。大島さんか萌えりちゃんか勝った方とやりたいなっていう感じですね。放送席には伊沢聖華選手にお越しいただきました。しかしアームロックを狙うか、ここでおっとスタルトの大島沙織の強さというのはやっぱり光ってますね。大島沙織が須田萌衣を破っています。もっと強くなるので挑戦させてください。まあ私がやってやりましょうか。ずっと意識してた選手だったんで、ついにタイミングが来たなって感じです。何年も前から結構やりたかったんで、ここで来たって感じで。大島沙織。やっぱ大変だよねって思って、育児と思って。でもはい、可愛いです。こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。すいません、お邪魔します。失礼します。ちょっと汚いんですけど。すいません、お邪魔します。汚くないよ、こんなに綺麗にした。朝結構適当なんですよ、本当に。パンを机の上に置いて食べといてとかやってるんですけど、 YouTube 見ちゃってるんですよ。全く朝ごはん食べてないし、全く着替えてもないし、もういいよ口に入れたままでみたいな感じです。勝手にいろんなとこにシール貼られて賃貸なのにやばいです。柔道頑張ったらアイスあげる。待って。いや。ねえ。カード。練習しないとさ、まだ一回も勝てない。じゃあお菓子。一回も勝てないんですよ、3年やって。見せてあげるのちゃんと名前も。ね。いいじゃん。いいよいいよ。あくびすな。8。そう。柔道楽しい？楽しい。楽しい。目標は？大人になったらオリンピック出たい。嘘だ。本当に？ママはいつも怒りんぼ。よくご飯こぼしたら怒られる。なんかほんと試合勝った時だけリングに上がってくるの早いですよ。そういう時だけどママはい、いつもしないくせにって。なんか MMA の試合とかかっこいい。楽しい。2人がいないと選手としてやっていけないかなとは思いますね、逆に。じゃあ行くね。頑張ってあげる。本当に持ってる。いってらっしゃい。頑張ってね。バイバイ。子育てが大変ですがとか、弱い私を応援してくださいみたいな、格闘家だったら強くあれって思います。試合をさせてもらえるのであれば挑戦させていただきたいなと思ってました。自分が挑戦させてもらえて嬉しい、頑張りますじゃなくて強気で来いよって思います。でもレイヤさんとこやりそうって来てるじゃないですか。逃げてますね、ずっと。別に自分はどうでもいいんで。自分は性格悪いっすよ。面と向かって人の悪口を堂々言ってください。表裏ないって言います。小学校時代のさ、5教科って大事やね。はい、そこがしっかりできてる人って絶対何やってもいいんですよね。
普通の計算だったり考える力とかがないんだな。例えば腕十字って教えたら腕十字を学びながらその奥にある意図とかを読み取れるから、同じ腕十字を教わっても自分の方が2個3個深く学べてるなっていうのはすごいありますね。大島さんはでもさ、手札の多さってあなたと同じぐらいあるんだよ。自分のが多いですね。大島さんは肩にはめたら強いタイプ、自分は肩を自分でこう作っていけるタイプ。レベル違うんですよ。自分何でもできるんで。まだまだ強くできるなという印象でしたね。来て見てて。見来て教えてもらったりとかしてかなり変わりましたね。私下になる展開が多くて、やっぱりそれだと今の判定じゃ不利なので、大島選手の1ラウンド一本勝ちから須田選手、今度はギロチを狙っていくかというところです。ギロチを狙っていきます。はい、そうだ。移動したら結構前々から私の中には伊沢選手がいて、とっさにこう伊沢選手だったらこれ取られてるみたいな、試合中に結構よぎることもあったりして意識をしてた。勝手にずっと意識してた選手だったんで、どこかでやるかなって思ってて、ついにタイミングが来たなって感じです。頂上決戦だと思ってるんで、女子格面白いぞっていうような試合にしたいです。日本のトップだよっていう試合を皆さんに届けれたらいいなとは思ってます。次あるのか遊んじゃうぞ。いっぱいで怒ってんだよてめえ。さあこうプロ的になっちゃうんじゃないですかね。リスペクトがないガキやなと思ってて。飲みすぎた花はおられるんで、その役目が自分やと思ってますね。もし萩原選手負けたら雑魚より雑魚になっちゃうんで。やるのか遊んじゃうぞ。光る煙立ち上るコンビナディズニーシーに東京湾満月の夜見えるエブリティング。これはオセロゲーム白黒のバトル万年上センスまだ好きなさどんでんガチもないし絡まってほどけもないしきっとハッターやったら学校からやってくるし高いしウェイセースのネイバー強さのアニメ戦略戦の連続レベチ愛の見事な攻撃澄ましたこの夜がパトロン消せない列見るよう脳に残るしこのコン数ウィキでオーダーズレッツ神戸はご飯もめちゃめちゃ美味しいですし、街並みも綺麗なので、神戸まで足を運んで応援の方お願いいたします。